はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。2022年もたくさんご視聴いただいてありがとうございます。今回は2023年がどんな年なのか、大まかな流れと天気をお伝えさせていただきます。この天気っていうのは、皆さん12星座共通で起こることですので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。また12星座別のこの流れが各星座どう出るかっていう動画もまた一つずつ作っていきますので、この後の公開も楽しみにしててください。まず2023年がどんな年かと言われましたら、私は可能性の種をまく年だと思います。これは占星術でいう有名な木星という発展拡大を示す星があるんですが、それが12星座の一番最初お羊座からもう元日スタートするっていうことで、2022年も少しお羊座に入っていたんですけども、もう完全に入りきって新しいそのお羊座のねスタートさせるよとか、何かを始めるよとか、開拓者だよみたいな、そういったエネルギーで2023年が始まるっていうことで、皆さんの中でも何か自分の中の開拓者というか、そういった部分が刺激されて何かの種をまきたくなるんじゃないかなと思います。そして2023年の中で大きな変わり目っていうのは、私が思うのは3月と5月と7月です。はい。3月と5月っていうのは有名だと思うんですね。それはね、星でいう大きな星が動くからなんですが、まず3月っていうのは3月7日から土星というね、忍耐とか責任とか修行の星って言われていた、とても真面目な星なんですが、これが魚座に入るということなんです。これは過去2年半ぐらいは水上座に滞在していましたので、水上座の皆さんはあらゆる出来事を通して忍耐が必要だったり、これは修行かなって思うようなことがあったり、人生の節目として何かを超えてきた、努力してきたっていう方が多いんじゃないかと思うんですね。それがようやく抜けて3月7日から魚座に入るんですけど、じゃあ魚座の皆さんにそれがやってくるのかって、またそれはちょっと意味が違ってくるんですね。で、この土星っていうのは皆さんにとってのその責任とか努力とか、そういったところが魚座のエネルギーで表現されるということなので、どういうことかというと、簡単に言うと、おそらく皆さんの責任の取り方が変わったり、組織の在り方も変化してきたりするんじゃないかと思います。私が思うのは、例えば自分のエゴで思い描いていた野心とか、これはこうするべきだっていうふうに掲げていた目標とか、特にそれは仕事に対してなんですけど、努力しなくちゃいけないんだみたいに思い込んでいたものが溶けていくっていう流れが起きてくると思います。これは本当に不必要なね、忍耐が解消していく、もうそんな無駄な努力しなくていいんだというかね、こう何のための努力なのっていうのが分からなかったことが解けていくんじゃないかなと思いますし、お仕事に対しての価値観も大きく変わるんじゃないかと思います。いわゆる土星っていうのは硬くてどっしりとして積み上げてきた変わらないものみたいな、こうずっと受け継がれてきたものみたいな、そういった、想念もそうですし、物質的な形もそうなんですね。でそれが気づかないうちに変わっていく、溶けていくっていう感じになってくるんです、魚座に入ることによって。例えば何かビルディングがあるとして、コンクリート、鉄筋コンクリートのグレーのビルディングがいつの間にか、あれグレーからグリーンに変わってないみたいな感じです。グリーンに変わるって、例えば鉄筋コンクリートっていうものは変わらないんですけども、そのビルの中に植物をたくさん植えたりとか、もう少しこう生身のものっていうものを置いたりとかして、気づいたらグリーンのような雰囲気のビルディングになっていたというようなことが1年を通して起こりやすい。これが3月からそうなっていくんじゃないかなと思うんですね。でさっきのそのビルの話は例えですけれども、皆さんの意識の中でも働き方とか、その責任とか、何か今まで忍耐だと思ってやってきたこととかが少しずつ気づかないうちに溶けていって、もう少し優しくなるというイメージです。特に労働に関して言うと、労働っていうのは一定のルールに縛られて、そのルールの中で働くことが多いと思うんですね。何時から何時まで勤務とかもそうですけど、そういったものもいい意味で溶けていくので、もうすでにオンラインでそういう傾向っていうのは始まってますけども、これまでのように
この規律を守っていれば安心だっていうような規律自体が変わっていく、溶けていくということなので、自分にとってじゃあ何のための努力なのかとか、どうしたいのかっていうことを、理想とか形じゃないものを今度は形にしていかなきゃいけない。何か外側から与えられるルールとか規律の中に狭められて生きるのではなく、自分の意識から新しいルールを作っていく、規律を作っていく、それは自分の夢とか希望とかっていう魚座さんのね特有のエネルギーにのっとって作っていくよっていう流れが、3月から始まるんじゃないかなと思います。ですので自由を感じる機会が増えると思うんですが、同時にどうしたらいいのみたいに思う方もいらっしゃるかもしれません。これは3月だけという話ではなくて、3月から約2年半ぐらい続きますので、ここが大きく見て3年って見てもいいんですけれども、約3年かけて何かを溶かしていく、本当にさっき言ったビル、鉄筋コンクリートのビルからグリーンの多い暖かなビルに変わっていくっていうイメージを持ってみてください、皆さんの生活の中で。それともう一つ、3月っていうのは3月24日から冥王星というですね星が水亀座に入るということで、これも星的には大きなイベントなんですね。これは2008年から実はヤギ座に入っていたものが、ようやく2023年に水亀座に移行するということで、これは時代の変化を表すというふうに言われています。で、特に冥王星っていうのはすごく遠くて小さくて肉眼では見えない星なんですね。ですので現実世界の何か表面的なものがパキッと変わるっていうよりは、私たちの無意識の中で何か人類全体の集合的無意識の中で密かに変わっていっているものみたいな感じで捉えてください。なのではっきりとこれって言えないところなんですが、これ実はですね248年の周期で動いている星なので、じゃあ過去水亀座に入った時代はいつだったのかっていうと、実は1777年なんですね。昔すぎてちょっと私は分からないんですが、1777年から1097年まで20年間水亀座の時代がありました。日本では江戸時代ですよね。おそらくちょっとその時代にはもう本当に想像できなかったような奇想天外なことが始まり、それが今ではもう当たり前になってるっていうことがあると思うんですが、それが2023年からまた2043年までの20年間をかけて新しい時代が作られていくっていう、その始まりが3月24日からあるよっていうことなんです。一旦これは6月にまたヤギ座に戻るんですが、お試しとして3月、4月、5月、6月っていう3、4ヶ月ぐらいは新しい時代の始まりかなって思うような世の中の動きがある。または私たち個人個人の中の無意識の奥の方に何かが芽生えてくるっていうのがあると思います。次に大きな転機っていうのは5月です。5月は先ほど言った発展繁栄を示す木星という星がお羊座から牡牛座に移行するんですね。で、この木星という星はだいたい年に1回ぐらいのペースで変わっていくので、その年を象徴するっていうふうに言われているんです。で、お羊座はさっき言ったスタートとか冒険者とか開拓者とか新しいものっていうものが、5月まで何か生まれてきたとしたら、それを5月からはどのようにそれを育てていくのか、根付かせていくのか、その始めたいまいた種をどう育てていくかっていうこの努力の方向性っていうものが定まってくると思います。で、5月からの流れっていうのは決して勢いだけで進めていくようなものではなくて、もうそれをやるには確かな価値がある、これは時間をかけて肥やしていくものだみたいなものを温めていくみたいな流れなんですね。で、ちょうど私このカペラノートにも書いたんですが、5月の中扉のところで効率性よりクオリティ重視へっていうふうに書いたんですけれども、まさしくそうだと思うんです。ただ勢いでとかただ安く早くっていうようなスピード的なものよりも、もっとクオリティが大事になる、品質が大事っていうことですね。例えば人工的なものよりも天然の美しさとか強さとか人の優しさとか愛のこもったものとか心地いいものっていうものが求められる流れになってくると思います。で、これは物質的なものだけじゃなくて感覚的なものもすごく超えてくるので、ただ安くていいものだからいいって言っていたものから、高くても本当にいいものを身につけようとか、本当に体にとって必要なものを食べようとかっていう風に変わってくると思います。自分を心地よく過ごさせるような流れが始まるってことですね。
何かね、こう皆さんの中ではもしかしたら美しさとか、そういった綺麗なものにこだわる方っていうのも増えてくるかもしれません。それはとてもいいことだと思うんですが、例えばですけど、こう見た目だけの美しさとか、何か形だけの美しさっていうものにも凝りやすいっていうのはあるので、できたらこの時期は本質的な自分の美しさを育てるっていうふうに思ってみてほしいんですね。もちろんなんか外見的なものをきれいにするのももちろん大事なんですけども、それなぜ外見的なものをきれいにするのかっていうと、内なる輝きをもっと表現するための外側の磨きなので、この中のものがちょうど磨かれつつあるよっていうふうに意識してみてください。もう一つ、木星が牡牛座に入るっていうことの一つとしてよく言われているのがお金の変化ですね。使い方が変わるとか稼ぎ方が変わるもそうですし、または物事の価値判断が変わってくるので、本当に今までのような現金の価値っていうのがどんどん変わってくるかもしれません。ですので流れ的には、5月までの流れっていうのがすごく勢いがあって、なんかパワフルなんですね。何か始めようみたいな流れがありまして、5月からちょっとペースを落として温めていこうとか、継続していこう、大事なものを残していこうみたいな流れになってくると思います。でもう一つ、私が個人的に思う転機っていうのは7月かなっていうふうに思ってるんですが、これは2023年の夏以降、こう勇気とか行動力とかがそれぞれに試されるんじゃないかなって思うんですね。おじけづきそうなんだけどやりますかとか、ここは責任持っていきますかとか、自分に覚悟しますかみたいな、そんな感じです。何かね、こう本当に表面的になんかこれがいいとかこれが悪いとかっていうエネルギーではなくて、ちょうど2023年から何かこう可能性の種をまいていくっていうことは、巻くからには頑張って刈り取ろうよみたいなね、そういった自分への責任を感じながら、無駄な努力とか、なんて言うんでしょうね、縛られていたものっていうのがだんだんと溶けてきて、そしてじゃあ自分が本当に心地いい生き方や大事にしていきたいものを守っていく、継続していくために何を覚悟するんですかっていうのが、夏ぐらいからじわじわとやってくるっていう感じです。そしてね、先ほど3月に変わるって言った冥王星が水亀座に変わるエネルギーも、これは6月で一旦戻って2024年から、本格的に入ってくるので、本当にこう絶対にありえないって思っていたことがありえるっていう、本当に道なんかないと思ったから道があったっていうような未知の可能性っていうのが出てきます。それが無意識レベルなんですけど、皆さんの集合的無意識の中で何かが育ちつつ、そして科学的進化もすごく進むような時代が始まるんだろうなと思います。ですので、個人的にはね、また12星座別にそれぞれちょっと解説していきますが、起きてる出来事とか周りのことに振り回されてあたふたするっていうよりも、もうできる限り自分を信じて、本来の自分の輝きとか能力とかどうしていきたいのかっていうのを信じて、新しい可能性を植えていってください。そして細かい星の動きはこちらのカペラノートにたっぷりと書いてありますので、またよかったらこちらも参考にしてください。ということで、では各星座のちょっと流れを説明していきます。皆さんいい年をお迎えください。2023年もどうぞよろしくお願いします。失礼します。